どちら様でしょうか？こんにちは、ほやです。今回は、葉山の磯で、ウミウシを探します。見つけたウミウシを、次々に紹介していきますね。それでは、始めましょう。絹肌もどきです。大きさは、30ミリくらい、ちょっと太った、絹肌もどきです。浅い場所に、安定していてくれるので、ウミウシ探しには、ありがたいウミウシです。絹肌ウミウシの仲間は、ウミウシを食べるウミウシとして知られていますが、絹肌もどきは、共食いをすることも多いようです。この絹肌もどきは、ちょっと丸っこく、太っていますが、そういうことなんでしょうか。ちょっとした、ホラーやな。緑アメフラシです。大きさは、30ミリくらい、よく見る大きさの、緑アメフラシです。アメフラシの仲間は、春に繁殖を行うために、数が多くなるのですが、6月の終わりに近づく、この時期は、さすがに数が減ってしまっています。この日も、見つかったのは、この塊だけでした。緑アメフラシという名前なのに、全然緑色じゃないですね。心なしか、季節が進むにつれて、緑アメフラシの色は、茶色が強くなってきているような気がします。白良色ウミウシです。大きさは15ミリくらい、少し小さめの白良色ウミウシです。白い体に紫色の斑点が特徴です。白ウミウシとよく似ているのですが、斑点の色の他に触覚や虹エラの色が、白ウミウシは黄色だけど、白良色ウミウシは白なことでも区別できます。白ウミウシによく似ているだけあって、分類上も近い仲間でもあります。近年は白ウミウシがあまり見つからなくなって、白良色ウミウシが見つかり始めたので、入れ替わりが起こっているのでしょうか。石をひっくり返しながら、ウミウシを探していたら、大量のヤドカリが出てきました。イソヨコバサミという種類のヤドカリで、葉山では大量にいる小型のヤドカリです。ヤドカリも好きなのですが、このくらいたくさんだと、ちょっと不気味です。こちらは、自分より小さいやつを捕まえて、いじめているようです。混み合っていると、ストレスが溜まるのはわかりますが、そのくらいにしておいてあげなさいね。本当にヤドカリです。大型のヤドカリで、サザエの貝殻を背負っていることが多いです。かなりごっつい見た目をしていますが、見た目の通り、力も強く、ちょっと引っ張ったくらいでは、剥がすことができないです。ミスガイです。大きさは25ミリくらい、よく見る大きさのミスガイです。相模湾で見つかる貝殻を持っているウミウシの仲間としては、一番たくさん見つかります。今シーズンは数が少なかったようで、観察会で他の人が見つけてくれたのを見て以来です。自分で見つけたのは今シーズン初めてでしたが、ひだひだの体の部分が
あまり出てきていなかったので、最初は、貝殻だけだと思っていました。貝殻付きのウミウシは、綺麗なやつが、多いんですよ。ヒロウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、ヒロウミウシです。濃いピンク色の体に、突起の先端が、白くなっていて、とても可愛いウミウシです。大きくなっても、10ミリくらいにしかならないので、こういうウミウシがいるんだ、と、知っていないと、見落としてしまいます。コケムシの上に、乗っかっていることが多いので、コケムシを食べるウミウシなのかな？小さな体の周りに、コケムシが広がっているので、お菓子の家に住んでいるような感じですね。ホンクロシタナシウミウシです。大きさは10ミリくらい、ちびっこサイズのホンクロシタナシウミウシです。クロシタナシウミウシとよく似ているのですが、体に白い斑点がポツポツとあるのが違いです。ホンと名前についていますが、普通のクロシタナシウミウシの方が圧倒的に数が多いので、実はホンではなく星だったのを間違えてしまったのではないかという仮説を考えています。ホンクロシタナシウミウシも普通のクロシタナシウミウシもちびっこの頃は赤っぽい色をしているんですよね。この赤っぽい色は何に由来しているんやろな。磯の生き物といえば、ウニもたくさん見つかります。ガンガゼです。どのウニもトゲトゲしているのですが、その中でも極端に長いトゲを持っています。先端が鋭いので、ちょっと触っただけでも刺さり、とても危険です。岩陰に隠れているので、気をつけましょう。なんか、真っ白なウニを見つけました。多分、長ウニの白変個体だと思いますが、あまり見かけない色のウニです。こんなやつもおるんやなぁ。ハタゴイソギンチャクです。平べったくて地味なイソギンチャクではありますが、こういうやつもいるんだ、ということを知っていると、磯遊びの奥深さが増します。たまに、共生するエビがついていたりもするので、見つけたらチェックしてみてください。ユビウミウシです。大きさは30ミリくらい、よく見る大きさのユビウミウシです。怪獣みたいな見た目をしていて、なんだかかっこいいウミウシです。今シーズンは初めて出会ったので、例年より数が少ないようです。ウミウシもシーズンによって結構当たり外れがあるんですよ。どちら様でしょうか。つづれウミウシっぽくも見えますが、なんか違うんですよね。いろいろと調べてみたのですが、多分、シロコダテウミウシが近いようでした。大きさは25ミリくらい、初めて見たウミウシなので、大きさの相場はわからないです。葉山でのウミウシ探しは、シーズンに2、3種類くらい、こういう、調べても、よくわからないやつと、出会うんですよ。よく見ると、白くて、平べったくて、丸っこくて、
可愛い姿をしているんですね。赤キセワタです。大きさは8ミリくらい、よく見る大きさの赤キセワタです。今シーズンは毎回おなじみの赤いのっぺらぼうですね。のっぺらぼうであまり特徴もないので見飽きてしまいがちですが、見つけたらとりあえずは撮影しています。今シーズンはかなりの当たりシーズンみたいですが、当たりと言われても地味だからな。今回はこのくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは9種類でした。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたどこかの海でお会いしましょう。